アジア・アフリカ会議の前史、植民地支配からの解放運動。私たちが見ていくのは、アジア・アフリカ諸国がどのように植民地支配からの解放を求め、独立運動を展開していったかです。これらの運動は、アジア・アフリカ会議開催の大きな背景になっています。20世紀前半、多くのアジア・アフリカ諸国は、欧米列強の植民地支配下にありました。第二次世界大戦後、これらの国々では、独立への強い願望が高まり、多様な解放運動が展開されました。インドの非暴力独立運動や、インドネシアの独立戦争など、各地で異なる形で独立運動が活発化しました。これらの運動は、植民地支配からの自由を求める強い意志を示していました。これらの解放運動は、アジア・アフリカ諸国が自らの運命を決定する権利を主張する基盤となり、後の会議開催へとつながる重要な前史となったのです。冷戦時代の国際政治、アジア・アフリカ会議が開かれた背景には、冷戦時代の国際政治が大きく影響しています。この時代、世界は米ソの対立軸に沿って二分されていました。冷戦は、国際関係をイデオロギーの対立で色分けし、多くの新興独立国が外交政策を決定する上で複雑な立場に置かれました。非同盟を施行する動きもこの中で生まれました。例えば、非同盟運動は両大国の対立に巻き込まれずに自立した外交を行おうとする国々によって推進されました。この動きは、後にアジア・アフリカ会議での協議の重要な基盤となりました。冷戦時代の国際政治は、アジア・アフリカ諸国が自らの立場を確立し、共通の問題に対して協力する契機を提供したのです。アジア・アフリカ諸国の連帯意識の高まり。アジア・アフリカ諸国間の連帯意識の高まりは、アジア・アフリカ会議開催の直接的な動機となりました。これらの国々は共通の目的と問題意識を共有し始めていたのです。新興独立国が増える中、相互理解と協力の必要性が高まりました。これらの国々は、植民地時代の経験や冷戦の影響から、自国だけでなく、地域全体の発展を目指す共通の課題を持っていました。アフリカとアジアの指導者たちは、地域間での経済的、文化的交流を促進し、共通の問題に対処するために会合を重ねました。これらの交流は、会議の実現へとつながる相互理解と信頼を築きました。アジア・アフリカ諸国の連帯意識の高まりは、共通の挑戦に対処し、国際舞台での発言力を強化するために会議を開催する強い動機となったのです。大見出しに会議の開催と進行。バンドン会議の目的と参加国。バンドン会議の主な目的は、アジアとアフリカの新興国が自らの問題を話し合い、国際社会での独立した立場を確立することでした。この会議には、29の国が参加しました。この会議を通じて、参加国は共通の関心事を共有し、植民地主義からの完全な解放と経済的自立を目指しました。また、冷戦の枠組みにとらわれず、非同盟の立場を確立することも大きな目的でした。インド、インドネシア、エジプト、ガーナ、中国など多様な文化と政治体制を持つ国々が参加しました。これらの国は、西側諸国やソビエト連邦と異なる独自の声を国際舞台に上げることを目指しました。バンドン会議は、アジアとアフリカの新興国が世界に対して団結と自立のメッセージを発信する場となり、彼らの目的と参加国の多様性がその核となったのです。会議での主要な議題と討議。バンドン会議で取り上げられた主要な議題には、人種差別の撤廃、植民地主義からの解放、経済協力などがありました。これらの議題は、参加国間の協力と連帯を深めるためのものでした。これらの議題は、参加国が共通して直面していた課題であり、各国はこれらの問題に対する共通のスタンスを形成しようとしました。特に人種差別と植民地主義の撤廃は多くの国が強く求めていた点です。議論は南アフリカのアパルトヘイト政策やアルジェリアの独立戦争など具体的な事例に基づいて行われました。経済的自立を目指すための協力方法についても積極的に討議されました。会議での主要な議題と討議は参加国が共に直面する国際的な問題に対する共通の理解と行動の枠組みを築くための重要なステップとなりました。会議の象徴的な出来事と発言。バンドン会議は多くの象徴的な出来事と
記憶に残る発言で知られています。これらは、会議の精神と目的を象徴し、後世に大きな影響を与えました。会議では、様々な背景を持つ国家指導者たちが集い、対話を通じて理解を深め、共通の目標に向けた連帯を示しました。このプロセス自体が、非同盟と自立の精神を具現化したものでした。例えば、インドのネルー首相やエジプトのナセル大統領、中国の周恩来首相など、当時の重要な国家指導者たちが活発に意見交換を行いました。これらの指導者の発言は、会議の目的を世界に示すものとなりました。バンドン会議での象徴的な出来事と発言は、アジア・アフリカ諸国の新たな出発点を象徴し、国際社会での彼らの立場を強固なものにしました。会議の成果と影響。アジア・アフリカ諸国の連携強化。バンドン会議は、アジア・アフリカ諸国間の連携を大きく強化しました。これにより、これらの国々は国際社会において、より強い声を持つようになりました。会議を通じて、共通の目標や課題に対する理解が深まり、相互の協力関係が築かれました。この結果、様々な分野での協力が促進され、経済や文化の交流が活発になりました。会議後、多くの参加国は経済協力や文化交流の合意に至り、さらには政治的な連携を強めるための二国間協議も行われました。これにより、地域間の結束が強化され、共同の利益追求が可能となりました。バンドン会議によるアジア・アフリカ諸国の連携強化は、これらの国々が国際舞台で主導権を取るきっかけとなり、その後の南南協力の基礎を築いたのです。非同盟運動への道。バンドン会議は、非同盟運動への道を開きました。これは冷戦時代の重要な国際政治的動きとなり、世界中の新興国に影響を与えました。会議では、大国間の対立に巻き込まれず、独立した立場を保つことの重要性が強調されました。この思想は、後に、非同盟運動の中心的な原則となり、多くの国に受け入れられました。1961年に開催された第1回、非同盟諸国首脳会議は、バンドン会議の精神を受け継ぎ、米ソ両大国に依存しない、第三の立場を国際社会に示しました。この会議は、世界の多くの国々が参加し、非同盟運動が国際政治において重要な力となったことを示しています。バンドン会議は、非同盟運動の出発点となり、新興独立国が国際政治において独立した立場を確立するための重要なプラットフォームを提供しました。会議が後世に与えた影響。バンドン会議は後世にも大きな影響を与え続けています。この会議は、新興国が国際社会における自己決定と協力の重要性を世界に示す先駆けとなりました。会議の成果は、その後の国際関係の発展に大きな影響を与え、特に南南協力や多国間外交の枠組みにおいて重要な役割を果たしています。また、独立と自己決定の精神は多くの国際的な議論や決定において引き続き重要な要素となっています。バンドン会議の精神は、アフリカ連合や ASEAN などの地域協力組織の設立にも影響を与えました。これらの組織は、経済、文化、政治分野での協力を促進し、地域間の連携を深めています。バンドン会議が後世に与えた影響は計り知れず、現代の国際関係における新興国の役割と自立の精神を象徴しています。会議の遺産と現代への意義。バンドン精神の継承。バンドン精神の継承は、アジア・アフリカ会議から現代に至るまでの架け橋となっています。この精神は、自決、連帯、平和の追求を核とし、現代の国際関係においても重要な価値を持っています。バンドン精神は、当時のアジア・アフリカ諸国による自己決定と相互協力の重要性を強調し、この考え方は、その後の多くの国際的な動きに影響を与えました。非同盟、独立、地域協力の強化という価値は、現在の国際関係にも引き継がれています。この精神は、現在の国際的な協力体制、特に南南協力の枠組みにおいて重要な指針となっています。例えば、経済的自立を目指す国々間の連携や文化交流の促進など、バンドン会議の理念は、今日の多くの国際的な取り組みに反映されています。
バンドン精神の継承は、国際社会での新興国の声を高めると同時に、独立と相互協力の価値を現代にも伝え続けています。現代の南南協力とバンドン会議。現代の南南協力は、バンドン会議の遺産の一つとして捉えられます。この協力は、経済、技術、文化など、様々な分野での連携を強化し、南の国々の発展を促進しています。バンドン会議における協力と、連帯の精神は、南南協力の基礎となりました。この協力関係は、経済的な格差を減らし、技術交流を促進し、文化的理解を深めることを目指しています。ブリックスブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカのような国際組織や G77 などのグループは、南南協力の具体的な形態として機能しています。これらの組織は、バンドン会議で確立された協力の精神をもとに活動を展開しています。バンドン会議の影響は現代の南南協力に生き続けており、これらの国々が国際社会における役割を拡大し、共通の発展目標を追求するための基盤を提供しています。アジア・アフリカ会議の歴史的評価。アジア・アフリカ会議は歴史的に重要な評価を受けています。この会議は国際関係における新興国の役割を再定義し、世界史における転換点とみなされています。会議は、当時としては前例のない南の国々の集まりであり、彼らが世界舞台で自己決定を主張するきっかけとなりました。この会議によって確立された原則は、国際政治の多極化を促進し、後の世界秩序の形成に影響を与えました。会議の影響は、後の非同盟運動や国際連合での南の国々の活動にも明らかです。これらの動きは、バンドン会議で確立された自立と連帯の原則を反映しており、新興国が国際政治において主体的な役割を果たすきっかけを作りました。アジア・アフリカ会議の歴史的評価は、その革新的な性格と世界秩序における新興国の地位を高めた、その影響力によって定義されています。この会議は、国際関係における新たな時代の始まりを告げたものとして評価されています。